はいこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は CCZ のニューモデル BC02 です。以前 CCZ、コーヒービーン、エメラルド、メロディの3モデルをレビューしたんだよ。2年半ぐらい前だったかな。今回 EG イヤホンさんから BC02 のレビュー依頼があったんだけど、このところちょっと疲れが出ていたので一旦はお断りしたんだよね。去年11月ぐらいからかなりのペースで動画作ってきたのね。そうだけどなんとかスケジュールを調整して3月発売の BC04 も一緒に送ってもらったんだ。また無理してるんですか？体壊しますよ。そうだね、無理しないようにはしてる。でも BC02 の音を聞いてみて断らずレビューしてよかったわーって思ったよ。そうなの？印象良かったんだ。かなりね。ちょっと前置きが長くなっちゃったんで早速見ていくよ。外観の仕上がりは過去モデルに比べ良くなってるように見えますね。フェイスプレートのデザインの上に厚さ 1mm くらいのクリアな樹脂がかぶせてあるように見えて、一定の角度じゃないと奥のデザインがよく見えないんで撮影するの結構大変でした。でもチープな感じはしないのがいいですね。サイズは特筆することもなく普通で、イヤーフィンっぽいカーブがやんわりついてます。重さが片側 5.2g で軽めです。パッケージ内容はまあ必要最低限のようね。ケーブルがマイク付きのが来ちゃったのか。これはリケーブルしないとね。価格は以前と変わらず2000円台なので、外観が良くなった分音質が下がったなんてことないといいんだけど。それは心配ないよ。ちょっとびっくりするぐらい印象良かったから。カラフルじゃないからスコープからは外れるかもしれないけど、愛ちゃんこれできれば買っといた方がいいんじゃないかな。わかりました。一応主張してみますけど、ジャックさんがこの段階で押してるってことは間違いないってことですね。そうだね。まあ音質の好みがあるから主張して判断してみて。はい、そうしますね。ドライバーが 10mm ダイナミックタイプ。振動板素材がこの価格帯でカーボンナノチューブなんだよね。最近は DLC とかチタンコートとかベリリウムコート、あと LCP あたりをよく見かける代わりにあまりカーボンナノチューブは見かけなくなった気がするけど、健在だったんだね。次はイヤーチップの波形比較です。6、9、12キロあたりの出方の調整ができそうなブレ具合ですね。この後の主張にはどれを選んだんですか？測定する前にこれでしばらく聞いちゃったこともあって、リバイナス、ベルベットで進めることにしたよ。最近よく使ってますよね。そろそろ特徴が分かってきましたか？そうだね。ダンジジム TAPB や TRN ティップスと似た感じの波形になることが多くて、そんなに特徴を感じないので使いやすい。表面がサラサラなのが一番の特徴なので、ちょっと高めな気はするけど試す価値はあるんじゃないかな。ただ真ん中が少し膨らんでるんで、普段使ってるものよりワンサイズ小さめでちょうどいい感じだよ。そうなんですね。愛はこのサラサラ感いいと思います。次は他モデルとの波形比較ね。コーヒービーン、エメラルド、メロディの3モデルを重ねてみたよ。基本似たカーブだけど 4.5 キロ以上の出方でちょこちょこ違いが見られるね。今回はメロディをサウンドチェックの比較モデルにしてみようと思う。メロディに BC02 の波形を重ねるとこんな感じ。次は最近レビューしたナイス HCK-DB2 ね。サウンドチェックでは広域がすごく目立つ出方になっちゃったんだけど、音収録の基準を BC02 にしてるからここの差分がかなり大きくて、その影響だと思う。サウンドチェックはあくまで比較した差分の結果なんで、 DB2 本来の音を聞きたい場合は DB2 のレビューで聞いてもらえばと思うよ。まあ今回の主役は BC02 だからね。メロディも DB2 の 1DD モデルで BC02 と同価格帯でいいんだよね。その通り。じゃあサウンドチェックいってみよう。音量上がるよ。
はい、サウンドチェックでした。ジャックさんのお話通り DB2 は広域が強調される結果でしたね。メロディーは BC02 に比べややおとなしめな印象でしたかね。そうだね。あ、ここからは実機の聴き比べの印象になるけど、ナイス HCK、ディープスノーにリケーブルしてバランス接続で聴いたよ。久々に聴いたメロディーは単体で聴いている分には特に不満は感じず、明るくはっきりしたサウンド。でも BC02 とコードに同じ曲を聴き比べると、低域の締まり方は BC02 が一歩優位。量感が結構ある割に固めの質感で、ベースラインも追いやすい。当然キックもいいので、リズムセクションは安心して聴ける。中高域ではここの出方の差分、そして10キロ付近のこの差分が大きいように思えた。こうしてみると BC02 は明るくはっきりしたサウンドのメロディーよりさらに明るい印象になるんで、中高域以上はきつめなんじゃないかと思われるかもだけど、実際聞いてみるとそうでもない。まあこの部分はもうちょっと控えめでもいいかなとは思ったけどね。ただボーカルバランスを前で聞きたい場合はメロディーとの出方の差ははっきりしていたので BC02 がいいと思う。広域のシンバル系はある程度前へ出てくるんだけど、存在感を保ちつつ全体のバランスを崩すような邪魔な出方にはなってない。ちなみにメロディーも BC02 と同じカーブ特性になれば BC02 と同じ聞こえ方になるの？どうだろう、差分埋めて聞いてみようか。じゃあまずメロディーの波形を BC02 に合わせよう。はい、こんな感じでぐーっとね。2人ともこの EQ セッティングでメロディー実機を聞いてみて。はい。なるほど、ブラインドテストされたら区別つかないぐらい似るんですね。確かに似てるね。ってことはこの差分が実機での聞こえ方の差になってるってことが裏付けされた感じなのね。まあそうなるかな。同じメーカーでドライバー構成も同じ、チューニングももともと似てるということもあるけどね。厳密には当然違うところもあったけど面白かったでしょ。うん、たまにはこういうのもいいね。2000円台でこれだけ鳴ってくれれば不満はないし、バランスがとってもいいよね。最近聞いた 1DD のエントリーモデルとしてはかなりいいのでおすすめしたいね。今回もポチッとこうかな。これはもう買っとくしかないわね。2000円台でお財布への負担も軽いのでポチります。気に入ってもらえてよかったよ。私は低価格の常用モデルに決定。ということで CCZ の 1DD モデル BC02 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。